今回は僕がオーストラリアのケアンズとシドニーの2都市を観光してきたので、その様子を簡単ですけどお伝えできればと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではどうぞ。今回は LCC であるジェットスター航空会社を利用し、成田を経由してケアンズへ行きました。はい、ということで成田を夜の9時に出発して、ケアンズは朝の5時に着いたのですが、入国の手続きに時間がかかってしまい、現在時刻は朝の7時20分。そしてホテルで荷物を預かってもらうため Uber で移動したかったのですが、他の人がみんな Uber を使っていてですね、値段が急に跳ね上がってしまったので、今現在は仕方なくタクシーで移動しております。そして今回泊まるホテルはホテルクイーンズコートさんです。部屋紹介は後ほどやりたいと思います。ちょっと小腹が空いたのでグーズスペシャルコーヒーさんで朝食をいただきます。頼んだのはトーストとアイスラテ、これで約15ドルになります。お腹も満たされたところで、早速初日はキュランダ村という世界遺産に行きたいと思います。そしてこの場所に行くのもキュランダ鉄道という、これまた歴史的な車両に乗って、鉄道車両ですね、これに乗って向かいたいと思います。こちらが乗り場であるフレッシュウォーターステーションですね。ホームはこういう感じの作りになっていて、しっかりとですね、日本語と中国語でも注意書きがされています。そしてこれが車両になるんですけども、この鉄道はですね、1891年に完成したみたいで、その車両がですね、今でもこうやって使われているっていうことで、はい、この客車なんかも本当に歴史を感じる、美しいなと思いますね。で、料金は50ドルっていうことでね、これ片道なんですけど、結構高めですね。車内はこういう感じです。で、ウォーターサーバーなんかもありまして、これはちょっと後で飲んでみたいと思います。はい。で、これ早速もう一番最初の絶景ポイントまで来たんですけど、こんな感じで車両全体をですね、見渡すことができて、本当にいい景色ですね。で、キュランダまでは34キロあるんですけども、それを1時間40分ぐらいかけてゆっくりこうやって進んでいきます。で、今ちょっと注意書きが出たんですけども、このキーっていうこのきしみかな、この音がもうすごくなんかうるさくてですね、本当に耳おかしくなるんじゃないかっていうぐらいうるさくて、もうこれはちょっとデメリットですね。はい、車両がですね、一旦停止して、今このまた次の絶景スポットに来たんですけども、これバロン滝っていう滝で、約260メーターぐらいの落差を誇る滝っていうことで、本当にちょうどこの日は水量が多くて、こんな感じで迫力ある映像を見られましたね。で、これ奥の方になんか小さくスカイレールみたいなのが見えてると思うんですけど、あれは一応帰りに乗る予定ですね。車内の方戻ってきました。先ほどのウォーターサーバーの水飲んでみました。
僕勘違いしたんですけど、冷たい水かと思ったらめちゃくちゃぬるかったっていう。はい。で、この日ケアンズは30度近くあったので、もうめちゃくちゃ暑かったので、ただで水が飲めるのは本当にありがたかったです。無事、キュランダ村着いてお腹空いたので、こちらで、この有名なジンジャービールと、あとフィッシュ&チップスを食べてみました。外側カリカリで中この白身魚ですね。これホクホクになってて、めちゃくちゃ美味しかったです。午後からはキュランダ村にあるこの公園でちょっと休憩してたんですけど、やっぱこの日曜日の午後のこののどかな風景、ほんと素敵だなと思います。あとはこのお土産屋さんとかを探索したり、いろいろちょっと歩き回って散歩したりして、はい、ちょっと時間潰してたんですけど、いや、本当にキュランダ村、思ったよりも広くてですね、はい、本当になんか空気も綺麗でいいとこでした。続いてやってきたのは、レインフォレステーションネイチャーパークという、オーストラリアの動物であるコアラやカンガルーと触れ合えたり、あとアボリジンの踊りなどを見れる、そういう施設にやってきました。まず入り口にはこんな感じでたくさんの木が並んでいて、このまずレモネードツリーっていうこの木なんですけど、これはなんか本当に食べたらレモネードの味がするらしくて、こういう名前になったんだそうです。そして次はワイルドライフパークという動物園の方に来てみました。入ってすぐのところに早速このカンガルーいまして、やっぱ人慣れしてるんでもう全然お構いなく優雅にくつろいでおります。はい。で、こちらがバラマンディっていう魚なんですけど、これさっき食べたフィッシュ&チップスの元になった魚ですね。ちょっと魚はちょっとどこにいるのか分かんなかったんですけど、はい。結構でかいみたいです。で、こちらがカンガルーの小さいバージョンのワラビーっていう名前の動物かな。これも本当尻尾長くてすごい可愛らしかったですね。オーストラリアならではのこのコアラもしっかりと見ることができました。さあ、こちらの施設最後はこのアーミーダックと呼ばれる戦争時代に使われていた水陸両用車に乗って熱帯雨林をちょっと見ていきたいと思います。そして運転手とガイドの方、お二人とも日本人の方なので、とても詳しく説明してくれて本当に分かりやすかったです。帰りはスカイレールに乗って帰りたいと思います。スカイレールの全長は 7.5 キロ、所要時間は約45分です。
そしてなんといっても素晴らしいのはこの世界遺産である世界最古の熱帯雨林を上空から見ることができます。なんと映画アバターのモデルにもなったみたいで、本当に素晴らしい景色が広がっています。ですがあいにくちょっと雨が降ってですね、ちょっと今はいいんですけども、これもう少ししたらもう霧で何も見えなくなりますね。ご覧の通りも霧でもう何も見えなくなっちゃいましたね。でこれさっきも言ったんですけどアバターのモデルになったなんかすんごい大きい木があるらしいんですけど、この霧じゃほんとちょっと何も見えないですね。さあようやく終点も見えてきました。下の方はもう雨も上がってだいぶ晴れてきましたね。そしてこのケアンズの街並み、高い建物とかも全然なくて、この山と家と本当に美しい景色が広がっています。日本とは全然やっぱ違くて、本当にオーストラリアっていいところだなってなんか思いましたね。スカイレール降りてホテルに向かってるんですけど、やっぱりまたこれ大雨、突然のスコールでもうめちゃくちゃ大雨降ってきました。ホテルに無事チェックインしました。料金は2泊で約17,000円です。そしてここのホテルめちゃくちゃ安いじゃんと思って予約したのはいいんですけど、僕の確認ミスでシャワーとトイレが共同っていう感じになってます。窓の景色はこんな感じで、シャワールームとトイレは部屋を出てすぐ隣のこちらにあります。でシャワーとトイレは比較的綺麗だったんですけど、ドライヤーがなかったのがちょっと不便でした。でもっと最悪なのがこのエアコンですね。これ翌朝気づいたんですけど、この結露した水がめちゃくちゃ垂れてきて、もう部屋の中大洪水状態です。でこの机の上にスマホを置いてたんですけど、朝起きたらびしょ濡れになってて、マジで焦りました。2日目はグリーン島と呼ばれるグレートバリアリーフに浮かぶ小さな島へ行ってみたいと思います。今回乗る高速船はこちらです。車内はこんな感じで、空調も効いていてとても涼しかったですね。船に揺られること約50分、ようやくグリーン島が見えてきました。ちなみにチケットに含まれているオプションは下記の通りで、シュノーケリングセットレンタルかグラスボトムボート、どちらか一つを選ぶ感じになってます。僕はグラスボトムボートを選んだので、ただいまこんな感じの乗っております。So we're going to cruise over a bunch of seagrass, yeah. So fresh water, if there's a lot of flooding, a lot of rain, it'll come out here, often does change the colour of the water. Oh, there's a bigger one down there. Yeah, some days we can see about a metre when we come out to Green Island, not today. You guys have one of the best days I've ever seen out here. So it's pretty flat.
Just a nice cool breeze, and we can see in the water. That's pretty nice. So giant clam at the back here. You're going to see a bunch of these if you go swimming. Towards me, big giant clam. So these guys get to almost 2 meters. They can be 1/4 of a ton. Super big and heavy, and they are animals. So they have eye spots. So you're going to see lots of green. Yep. You saw the reddy blue bit of green on it. That was a parrotfish. These guys are batfish. So you guys might notice that all the fish are congregating around the boat. Sea turtle? Oh, there was a turtle. Well done. Man. How do you say turtle? Schildkröte? Schildpot? Alright, there we go. So we will see some more turtles. Hopefully there wasn't one having a nap. There are only 7 species of sea turtles in the world. That's about as many languages as I can say turtle. And we get 6 of them that visit the Great Barrier Reef. So all these guys, what do you guys reckon all the fish are doing right now? Why are they hanging around the boat? Does anyone know? Huh? What are we doing? Yeah, we're going to feed the fish. So these guys are super smart, they know what's going on. Please do not feed the fish yourself throughout the day. We have a permit to do so. We just do it while we're doing these educational tours, and we just feed them natural stuff. グラスボトムボート自体は30分ぐらいで終わってしまったので、あとはもう特にやることがないので、こんな感じで島内を散歩しております。あちらにはヘリポートなんかもあって、これも確か35,000円ぐらい払えば上空からこの雄大なグレートバリアリーフを見ることができます。そして小腹が空いてきたのでちょっとアイスなんかも食べたりして、はい、のんびりとゆっくりと時間を過ごしておりました。そしてこの島はシュノーケリングやスキューバダイビング以外ほんと特にやることがないので、僕はもう2時間ぐらいで飽きましたね。結論としてはやっぱり恋人とか家族とかと一緒に来るのがいいと思います。僕みたいに一人で来ても本当に時間を持て余すだけですね。再びフェリーで街に戻ってきてからはこちらのOK ギフトショップさんというお土産屋さんで、約16,000円ほどお土産を買いました。で、こちらのお店はですね、日本人の方が経営しているお店で、しかもオーストラリア中のお土産が売ってるっていうことで、はい、大変おすすめのお土産ショップです。そしてこちらは近くのスーパーで飲み物を買ってきたんですけど、この多いお茶1本で約350円。で、他のカルピスとかも同じ300円ぐらいなんで、はい、なかなか物価の高さに驚きます。夜ご飯はこれまたちょっと Google で調べて、近くのトゥルータイというタイ料理屋さんに行ったんですけども、こちらのチャーハンいただいたんですけど、値段もリーズナブルで、量もすんごく多くてめっちゃ美味しかったです。はい、ということで最終日はですね、なんと僕が一番楽しみにしていたこのオーストラリアの地でのスカイダイビングということで、いざやっていきたいと思います。Chemicals collide.
paint the sky. Only you can make me so make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. All because of you. Dripping lights paint the sky. Only you can make me soはい、ということでこれあっという間に地面近づいてきましたけど、最後これ着陸するときは足をしっかり上げて地面と平行になるように、じゃないとこれ結構なスピードでこれ突っ込んでいきますので怪我をするよということで、はい、こんな感じで見事着地ということで、いやー素晴らしかったです。ちなみに料金なんですが、このスカイダイビング単体で36,000円。そして今映ってるこの動画はですね、もちろん自分のカメラとか持っていけないので、この GoPro で撮ってもらってるんですけど、これが一応また課金オプションで、動画と写真セットでこれが18,000円、合わせて約54,000円ですね。Congratulations, man. You skydived, you survived. Do it again? Again? Thanks for skydiving Australia Cairns, bro. See you next time. ということで、午後からはケアンズ空港に戻りまして、これからシドニーの方に向かいたいと思います。シドニーへは約3時間のフライト、距離は直線距離で約2000キロです。2000キロといったら北海道からだいたい沖縄ぐらいまでが同じぐらいの距離なんで、本当にオーストラリアってめちゃくちゃでかいなっていう風に感じます。ちなみにオーストラリアの国土面積は日本の約20倍で、人口は逆に少なくて日本の約6分の1だそうです。
ということで前半ケアンズ編はここまで。次回シドニー編も見てくれたら嬉しいです。それでは。